今のこの戦いが第三次世界大戦につながっていく可能性っていうのはあるの？ハルさん、はい。イラン、イスラエル、大変なことになってるんですけど、これはもういよいよですか？そうですね。まあ、いよいよというか、まあ、今までよりは攻撃の量とかね、多いよね。ただ、まあ、結論から言うと、もう、イランも、イスラエルの方も、落としどころを探しているので、お互い。まあ、落としどころがなければ続きますよ。では、どういうことかというと、長いことやっぱり、つわぜり合いというか、もう昔から言ってしまえば、1960年以降は、イスラム革命以降は、もうずっと、もう揉めてるので、そこはやはり、イランにとってやっぱりイスラエルはないことになっている国だから、もうないですよっていう国なんで。国家としては認めてないっていうね。そうですね。宗教上の問題っていうのは、まあおそらくね、ガザの方でやっぱりイスラエルっていうのはね、ガザもらった段階で納得はしてたんですけどね。実際、50年代、60年代までは仲良かったんですよ。お互い国交もあったしね。その後やっぱり、親米政権じゃなくなったので、イランの方がね、そこからやっぱり急速に悪くなってますよね。でもほら、核をね、持たせないためにっていうことで、それはもう大義名分なの？このイスラエル。いや、まあ、大義名分もあるんだけど、一応、もうできるよっていう、直前ではあったんです。ただ、あれ山の中で作ってたりとかしてるんで、上からどんだけ空爆しようが、ダメなんですよ。意味はないんですよ。だから、まあ、一応核を持とうとしてるよねっていうところからやってるのもあるのはあるけど、最終的にはそこじゃないよね。やっぱ覇権国家として、まあ、イランが力つけちゃうと、まあ、イスラエルにとってはめんどくさい国家になるし、ここで叩いとけば、イスラエルやっぱり強いよねってなるし、今のイスラエルだったらロシアもアメリカも味方してくれるんで、変な話、やっぱりイスラエルに対して反抗できる国っていうか、あんまりそういうことすんなよって言える国が今ないんですよ。いろんな面でやっぱりイスラエルっていうのは貢献しているので、だからそういう意味では、やりたい放題できる時期というか、実際今、アメリカがもう仲介に入って、まあ、報復しろみたいな、イランに対して、まあ、要求は突きつけてはいるね。で、その戦争が起こることで、日本に多大な影響があるっていうことに関すれば、物流。まあ、物流ですよね、やっぱりね。それは、イランの方でね。まあでも、ないと思います、それは。だからそんだけ大きい戦いにならないというか、まあイランとイスラエルって結局間に国があるんですよ、いっぱい。いろんな国があるので、地上戦がだから起きないんです。他の国またがなきゃいけないんで。そうすると戦車でやったりとかってできないでしょ。そっかそっか。できないから今空爆なんですよ。そっかそっか。なるほど。それがみんなちょっと分かってなくて、だからそれは起きないし、あと、当然、今、イランの方はドローンを飛ばすわけじゃん。ドローン爆弾とかドローンとかね。で、それに対して迎撃しちゃおうとするでしょ。ドローンがだいたい1個5、6万から100万ぐらいなのね。迎撃ミサイルは1000万ぐらいするので、で、バンバン飛ばしてて、例えば1000発飛ばして1個着弾したとか。そういう今レベルなんだけど、まあ、イランが狙ってるのは、もうイスラエルの体力を奪う。まあ、実際もう弾切れになってきてて、で、アメリカの方も、じゃあ迎撃ミサイル出そうかとかっていう話にまたなってる。足んなくなっちゃってるからね。すごい勢いで今やってるので、どこまで行ってもやっぱり向こうは安いね、武器で来て、こっちは高い武器で応戦するわけだから、こんなの半年も1年も続いたら持たないじゃないですか。そういう意味では、イスラエルの方も、ちょっともう弾切れだよねってなるし、まあ、イランはイランでこれ以上攻められても。というのは、向こうの軍事指導者が全部やられたんですよ。なんでかっていうと、まあ、イラン側の方にイスラエルの、まあもちろんスパイがいて、で、攻撃するときにいつでもやるぞっていう感じで、まあやってるんで、紛争が始まって、すぐに全員死んじゃったよね。まあその家族も全部死んじゃったんだけど、次に狙うの誰かっていうと、やっぱり向こうは宗教指導者なので、で、やっぱりイスラエルが次、
やるとしたら宗教指導者がやらなきゃいけないんだけど、宗教指導者をやっちゃうと、今度はイランじゃなくて、対イスラムとの戦いになっちゃうので、それは全部敵に回しちゃうわけですよ。イランって意外とそのイスラム圏の中でも嫌われてて、付き合ってる国が2国ぐらいしかないんで、今のところそういうふうに揉めても、他の国々はまたやってんねぐらいの感じで済むけど、これが宗教指導者までやられちゃうと、間違いなく、イスラムに喧嘩打ってんのかよという話になってくるので、ややこしいから、それ以上はできないと。だからお互いに今、落としどころを探してるっていう感じですね。まあ、これ以上は続かないとは思いますよ。それ以上ね。ただ今後やはり、ロシアとかアメリカの出方ですよね。どういうふうに出ていくかっていう。っていうのは、最初に戦争が始まった時に、イラン側にものすごい、量のミサイルが着弾したんですよ。で、この動画でもずっと言ってますが、今、迎撃の、やっぱ力がすごいから、ミサイル落ちないって僕言ったじゃないですか。ただ、あの時もちらっと言いましたけど、パルスとか使われたら話は別だって言いましたけど、実際パルスが使われたらしいんですよ。どこが使ったかっていうと、アメリカとイギリスが組んでやったらしくて。っていうのはこれ、どこにも報道流れてませんが、たまたまアメリカにいる時にちらっと流れたんですよ、報道が。アメリカとイギリスが組んでパルス攻撃をしたらしいっていうのは。それで、電磁波で防御システムが止まってミサイルが着弾した。でその後、そのニュース一切流れなくなったんで、多分、まあ、特ダネでちょっと流れたんだろうなっていう。そういうことがあるんで、まあ、そう簡単にはね、いかないし、これまたいろんな飛び火した問題、違う動画でも話しますけども、インドの飛行機をしたでしょ、それも実は関連してるので、はい。インドはまたイランと組んでましたから、そういうのも含めて、まあ、これはまた次回話をしますけども、他の国々も巻き込まれていく状況だから、これ以上紛争が長引くと、いろんな国々に迷惑がかかっちゃうっていうのもあるんですよ。だからおそらく、これ以上はお互いにやりたくない。イランとしても今、そこまでイスラエルを攻めてないし、イスラエルもイランのタンカーとかね、いわゆるオイル運んでる船は狙わずに、備蓄してる方に落としたりとか、そういうふうな動きをしているし、イランも、そんなに人が死なないところに落としてるでしょ。というふうにやっぱ出口を見て、もうこれ以上やってももうお互い大変だからやめましょうねっていう、まあ、落としどころを探してるから。で、ちょうどもういいぐらいにアメリカが入ってきて、もうイラン降伏しろと。そこでイランが、いやいや、イスラエル間違ってるってやっちゃうと、いつまでも終わらないので。そうだね。はい。おそらく、まあちょっとトランプ大統領も言ってましたけど、今すごい勢いで電話が飛び交ってるって言ってましたけど、G7 の時に、G7 の時に。まあそれは、まあ途中でトランプ帰っちゃいましたけど、それはそのイランと、いわゆるイスラエルの問題を解決しようと思って、これも本当に意見、流れてませんが、僕は戻ったと思うんですよ。まあこれで言ってもしょうがないということで帰ったんですけど、例えばじゃあ、トランプさんが最初に出てきて、イランにも降伏しろって言ってるのは最終的な話であって、その中ではイランもイスラエルも、その周辺の国も水面下ですごい勢いで話してると思うんですよ。だから、まあ、やっぱ納得いかないから戦いを続けるってことは、ほぼないと思います。終わる。今のこの戦いが第三次世界大戦につながっていく可能性っていうのはあるの？5% ぐらいかな。そんなに低い。宗教国家と資本主義の戦いっていうのは起きないと思います。宗教上の問題は起きるんですよ。そう、宗教のイスラムと例えばなんとか教とかっていうのはありますけど、基本的には、まあ、イスラエルって基本的にユダヤ資本なので、まあ、いわゆるユダヤ資本主義のそういう人たちと、いわゆる宗教との今、つばぜり合いなんで、そこに共通する話ではないんですよ。イスラム圏からすれば言い分ありますよ。なんでお前たち親米なんだと。ね、そんな、親米の人たちが自分たちの聖地を荒らしたんだっていう言い分があるんですよ。でもそれに対しては、もう周りがまあ、ガザで住んでるじゃんっていうふうに収めて、じゃあお前らも帰ってくんなよと。騒ぐなと。エルサレムを汚すなというところで、ごめんねって言えば終わりの話なんですよ。でもその中において、誰がエルサレムを見るんだとか、ガザ出てけとかっていう話になるとややこしくなるじゃないですか。そういう戦争じゃないから、
5% もないと思います。そういうことで争うことはしないと思います。まずお金にならないじゃないですか。正直国家の戦争って全部お金なので、はい、ありません。ただもしもですよ、これ、イランが拒絶して戦いを続けたら、大きい戦争になります。それこそイスラム圏も含めた、イスラムとの戦いになっちゃうかなっていう気がしますね。もう今、宗教指導者しかいないし、慌てて今、いわゆる今までやってきてるモークシステムとかいろんなものをね、新しい人を探さなきゃいけないんですよ、軍事指導者を。それを探してる今段階だと思うので、動き止まっちゃってるしね。イスラエルはね、マサドとね、アマンっていう、いわゆる諜報機関があって、そこすごいんですよ。マサドはもう世界的に全部調べられるし、アマンはアマンでやっぱり細かいところまで全部わかるみたいで、イスラエルのその技術すごくて、翻訳のその技術作ったのイスラエルだから。いやね、言ってたね。一番最初に作ったのがイスラエルだし、やはりアマンのいわゆる解析能力がすごくてね、今本人たちがどういう人たちを次の指導者にしようとしてるかとかね、いうのも全部掴んでると思うんで、僕がこの場面で言っても全然イランの人は聞いてくれないと思いますが、イランって言わないかもしれませんけど、でもそれは本当にね、これ以上はね、やんない方がいいと思うんですね。今、イスラムと、他のいわゆる資本主義国家との戦いなんていう、こんな、宗教上にもないような、そういう、つばぜり合いというか、その戦いね、戦いはない方がいいと思いますしね。僕は、これ以上続かないことを祈ってます。が、もしも今、18日時点で、僕収録してますが、今の時点で、トランプが最後通告を出しているので、そこに対して、反抗しないというかね、素直に聞いてくれることを祈ってます。もしもこれが今の時点で聞かなければ、長引くと思いますので、皆さん、今後のね、情勢をね、見守っていきたいと思っております。ね。静かに目を閉じ